皆さんこんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はクローゼット編、キッチン編が大好評だったビフォーアフター実例の第3弾としてリビング編についてご紹介していきたいと思います。家にいる時間が長くなるとご家族皆さんが集まるリビングというのは、特に散らかって困るというお宅が多いのではないかと思います。そこで今回は実際に私が整理収納コンサルティングでお伺いしたお宅のリビング収納のビフォーアフターについて3件の事例をご紹介していきたいと思います。ではまず1件目のお宅の事例からご紹介していきたいと思います。こちらのお宅は3階建ての戸建てにご夫婦と3人のお子さんの5人家族でお住まいだったんですけれども、お子さんのおもちゃですとか、洋服、学用品、それからご主人のもの、あとは書類、郵便物、日用品ストックなどさまざまなものが溢れてしまって、ちょい置きや床置きだらけで、収集がつかない状態に非常にお困りでいらっしゃいました。ではまず今回のお宅のリビングのビフォーの状態からご紹介したいと思います。こちらはダイニング周りですが、床やテーブルなどに郵便物やバッグ、洋服、掃除用品などがちょい置きされ、ごちゃっとした状態になっていました。こちらはテレビ、ソファー周りです。まだ赤ちゃんがいらっしゃるためベビーゲートを設置されていましたが、逆にやんちゃ盛りの2人のお兄ちゃんが登ってしまって危ないとおっしゃっていました。またこちらもソファーの上や床などあちこちに物が散らかってしまっていました。こちらはスタディスペースです。せっかくの素敵な空間にもかかわらず、デスクの上にや学用品以外のおもちゃなども溢れてしまい、勉強しづらい状態に。また子供服が入ったチェストや使わないおもちゃなどが足元に溢れてしまっていて、勉強しようにも狭くて座りづらい状態になっていました。そしてこちらはリビングの中心にある小物書類収納スペース。レターラックに書類などを収納しているそうですが、書類が積み重なって出し入れがしづらい状態でした。その横にあるご主人のものの一時置きスペースも物が溢れてごちゃっとしてしまっていました。そしてキッチンの前にも作り付けのパントリー収納がありましたが、足元に物が溢れていて中のものが出し入れしづらい状態でした。中に入っているものもあまり使わないものがほとんどとのことで、せっかくの大容量の収納が活かせていない状態でした。その結果、溢れたものがキッチンとパントリーの間の床にもちょい置きされた状態に。出入りの多い場所にもかかわらず、かなり場所を取ってしまっていました。このようにリビングにはだいぶ物が溢れてしまっていましたが、お話を伺ったところ1階や3階には比較的スペースがあり、そちらに物は移動できるとのことでしたので、2階に置くものは最小限にして物の定位置を見直すことにしました。まずはそれぞれの収納の中に入っているものを全部出しして物の整理をしていきます。一気に全ての場所を全部出しすると収集がつかなくなってしまうので、最初はおもちゃやスタディスペースの周りから物を出して、リビングに残すもの、別のフロアに持っていくものを分けました。次にパントリーのスペースも全部出しして整理しましたが、中を出してみるとリビングでなくて良いものがかなりのスペースを占めていましたので、不要なものは処分しつつ、残すものはどんどん別のフロアに移動していきました。そして一通り小物類の整理ができたら、最後に書類を整理。細かく全て要不要で分けると時間内に終わらないため、まずはざっくり種類別に分類してお手持ちのファイルボックスに分けて、後からご自身でボックス単位で中身を見直していただけるように整理していきました。では早速今回のビフォーアフターについてご覧いただきたいと思います。物があちこちに散らばってごちゃっと見えていたソファー周りは、遊びとくつろぎのスペースという役割にしました。邪魔になっていたベビーゲートも取り払うことで、すっきり広々と見える空間になりました。スタディスペースの足元で場所を取っていたチェストもテレビ横に移動し、赤ちゃんのおむつなども一緒に置いて身支度ゾーンを作りました。そしていろんなものが置かれてごちゃごちゃだったスタディスペースは、その名の通り勉強道具や学用品以外は基本的に置かないように物を厳選。かなりすっきりして勉強もしやすい状態を作ることができました。そしてリビングの中心にあるこちらの書類小物収納スペースは、使用頻度が高いものやご家族が共通で使うものに厳選。また書類もボックスに立てて収納することで出し入れしやすく改善しました。ちょい置きされがちだったご夫婦のバッグやストール類の一時置きスペースもこちらに確保しています。ちょい置きされがちなものの定位置が作れたので、ダイニング周りもだいぶすっきり。
以前はお食事の時にいちいち物を動かさないと食べられなかったそうですが、物がすぐ片付くようになればお食事もしやすくなりますね。そして最後はパントリーです。こちらは上段にはストック品、中段は工具や裁縫道具、文具や救急用品などを収納。また使用頻度が低めの書類関係もこちらにまとめました。ストック置き場ができたことでキッチンとパントリーの間の床置きのものもなくなってすっきり、出入りがしやすい状態になりました。では1軒目のお宅のまとめです。物が溢れて困っている方へのリビング収納の極意。リビングに置くものは必要最小限に。リビングというのはご家族のものが集まるため、散らかりやすい場所でもあるんですけれども、特に戸建てのお宅の場合というのは、フロアが分散していますので、行き来がしづらい分、リビングに物が溜まりやすい傾向にあります。そのためリビングに物が溢れて困っているという方は、できるだけリビングに置くものは必要最小限に絞るということを意識してみてはいかがでしょうか。続いて2軒目のお宅の事例です。こちらのお客様は趣味で雑貨などの制作をされていらっしゃって、その材料がリビングにもたくさんあるというような状態でした。ですがその作業をする場所というのが、ご家族がお食事をされるダイニングテーブルと兼用でしたので、お食事のたびにそれをどかすっていう必要があって、それがストレスになってしまっていました。またまだ小さいお子さんが遊ぶおもちゃもリビングに置いていらっしゃいましたので、それらも混ざってしまって、ごちゃごちゃになってしまうということにお困りでいらっしゃいました。私は普段実際にお客様のお宅にお伺いする前にもオンラインの方で事前のコンサルティングというのを毎回行っているんですけれども、今回のお客様はその事前のコンサルティングからご訪問までの間にご自身でも少しお片付けを進めてくださっていましたので、今回はその時系列も含めてご紹介していきたいと思います。こちらは事前のオンラインコンサルティング前のダイニングテーブルとキッチンカウンターの上の状態です。お客様の趣味の雑貨の制作スペースと兼用でしたので、制作途中でも食事のたびにどかさないといけないというのがストレスだったそうです。ダイニングテーブル周りの収納スペースにも制作に使う材料や道具をたくさん置いていらっしゃいましたが、ご家族が使う日用品と混在してしまっていました。そのため趣味の制作スペースとご家族のくつろぐ空間を分けたいというのがまず一番のご希望でした。またリビングのスペースもあまり空間がうまく使えていないとお悩みでした。大きなソファーが場所を取っているものの、あまり座ってくつろぐことはなく荷物置きになってしまっていたり、お子さんのおもちゃも奥に置かれていて出し入れがしづらい状態でした。また奥にあった本棚も前に物が置かれているために扉が開けられず、中に置いてある本もあまり読まないものがほとんどでした。奥行きも狭く入れるものも限られるため、この本棚をどう生かしたらいいかというのもお困りポイントでした。そのため事前のオンラインコンサルティングでは、趣味の制作スペースをテレビ側、ご家族のくつろぎスペースをダイニング側にゾーニング分けして、使われていないソファーは手放すという方向性をまずは決めさせていただきました。そして事前コンサルティングの1ヶ月後にお伺いしたところ、テレビ横エリアは趣味の制作スペースとしてだいぶ物が集約された状態まで進めてくださっていました。ですがまだ一部処分予定のものや、なんとなくかけてあるお子さんの作品などが一部混在していたりして、制作スペースとしてはあともう一歩という状態でした。そのためこのスペースをさらに整理して、ときめく趣味の空間を作り上げることを目指しました。またダイニング側もお子さんのおもちゃをこちらに移動して、ご家族のくつろぎスペースとしてゾーニングを分けたものの、まだご家族が使うものがあちこちに点在していたりして使いづらさが残っていました。そのためこちらのスペースもさらに物を整理して使い勝手の改善を目指しました。では早速こちらのお宅のビフォーアフターをご紹介したいと思います。まずはテレビ横の趣味の制作スペースです。ダイニング側にあった小さいテーブルをこちらに移動し、趣味の制作に使うものだけを集めた奥様のための制作スペースを作ることができました。使いづらくてお困りだった本棚は一部扉を外してオープン収納に。一番目に入る真ん中のゾーンには、これまでキッチンカウンターにたくさん置かれていた作品のサンプルをこちらに移動させて見せる収納にしました。テーブルの右側も同様に制作に使う材料をすぐ出せるように配置を調整しました。テーブルに座った状態で必要なものが全てさっと取り出せるコックピットのような収納を実現させました。そしてこちらはダイニング側です。キッ
ッチンカウンター上にあった雑貨類は制作スペースに移動したため、だいぶすっきりしました。今まで目隠し布がかかっていたカウンター左の壁面もすっきりしたので、お子さんの作品をマスキングテープで飾ることができました。またお子さんのおもちゃもキッチンカウンター下のカラーボックスにまとめて、お子さんも遊びやすい収納が作れました。ではここで2軒目のお宅のまとめです。ダイニングテーブルが散らかってお困りの方のリビング収納の極意。リビングの中でもゾーニング分けを意識する。リビングにはお子さんの遊ぶスペースですとか、勉強するスペース、それから奥様のくつろぎとか、趣味とか、いろいろな役割が集まっている場所でもあります。それがぐちゃぐちゃに混ざってしまいますと、ご家族にとってのストレスを生む原因にもなりかねないと思います。そのため一つのお部屋の中でもコーナーごとに役割を区切ることですっきりできますので、ぜひ意識されてみてはいかがでしょうか。最後に3軒目のお宅の事例のご紹介です。こちらのお客様は収納やインテリアがお好きな方で、収納用品ですとか家具などもとても素敵なものをいろいろと揃えていらっしゃいました。ですがまだ小さいお子さんがリビングにあるものをいたずらしてしまってぐちゃぐちゃになってしまうということにお困りでいらっしゃいました。まずこちらはリビングにあるチェストのビフォーの状態です。一時置き用にと置いたバスケットに物が溢れてしまい、せっかくの場所がごちゃついて見えてしまっていました。こちらはそのチェストの引き出しですが、ここには救急用品や文具などが入っています。ですがまだ小さいお子さんたちが中をいたずらしたがるそうで、ぐちゃぐちゃになってしまうことにお悩みでした。そのため文具など小さいお子さんにあまり触れてほしくないものはできるだけ難度の方に移したいというふうにおっしゃっていました。こちらがその難度です。パッと見はすっきりされていて、それほど大きな問題はないようにも見受けられましたが、お話を伺うとお使いの収納用品が使いづらいということにお困りでした。実際に引き出しの中身を拝見すると、確かに浅い引き出しにパンパンに工具が収納されていて、入りきらない金槌がフックで引き出しの外に引っ掛けられたりしているご状況でした。その一方で使い方が分からず空っぽの状態になっている引き出しも。お客様ご自身でも細かい収納は苦手とおっしゃっていましたので、せっかくの収納用品がうまく活かせていないご状況でした。この状況を踏まえてリビングと難度のものの配置を見直しつつ、収納方法についても使いやすいように改善することにしました。では早速こちらのお宅のビフォーアフターをご紹介したいと思います。まずはリビングのチェストです。ごちゃつきの原因となっていたちょい置きのものを仕分けして、チェストの上もだいぶすっきりしました。プリンタは使用頻度が低めだったので、もともとは難度に置いていらっしゃいましたが、やはり時々使う場面があり、難度だとやや使いづらいとのことでしたので、リビングに戻すことにしました。そしてお子さんにいたずらされるのがストレスだったという引き出しの中は、お子さんのお絵かき用として使える不要なノートやルーズリーフ類、そしてプリンタ用のインクやコピー用紙、ご家族の診察券などリビングに置いてあった方が便利なものに絞ってまとめました。ちなみにチェストの右横のカウンター上にもちょい置きのものがあったため、こちらも一緒に片付けました。かなりすっきりしたことで、インテリアが大好きなお客様は空いた空間や壁面に何を飾ろうか早速考えていらっしゃいました。続いては難度です。こちらも物の用不要を選別していただき、収納用品も適材適所になるよう配置を変更したところ、突発的に増えたものを入れておける空きスペースも作ることができました。リビングのチェストにあった文具は工具が入っていて使いづらそうだった浅い引き出しに移しました。中の仕切り用のトレイも別のケース内でバラバラにお使いでしたが、かき集めてみたところぴったりはまる収納を作ることができました。そして引き出しでは使いづらかった工具類はお手持ちの蓋なしのボックスに移動。工具のようにかさばるものは引き出しよりも蓋のないケースにざっくり収納にした方が出し入れしやすく、キープも簡単です。使い方が分からず持て余していた小さいタイプの引き出しには、それぞれ絆創膏などの救急用品や電池を収納。こういった細かくて使用頻度が高めのものを収納したい場合には、このサイズの引き出しはとても活躍してくれます。それでは3軒目のお宅のまとめです。小物の収納にお困りのお宅のリビング収納の極意。物の配置や収納方法は自分のライフスタイルに合わせる。
お子さんが小さい場合などは、出し入れが便利な場所というのは逆にお子さんのいたずらのターゲットにもなりやすくて、かえってストレスの元になってしまう場合というのがありますよね。ですから多少動線が不便でも、ご自身にとって一番ストレスの少ない方法というのを選んでみてはいかがでしょうか。そしてこちらのお客様は実はご訪問後にご自身でもお部屋をさらに素敵に改善されて、そのお写真というのも後ほど送っていただきましたので、ぜひそちらもご紹介させていただきたいと思います。すっきりしたチェスト周りはさらに後ろの壁面をブルーにペイントし、チェストの上にはライトなどを飾って素敵な空間になりました。カウンターの上にもアートやオブジェを置いてとってもおしゃれに。これだけ素敵なリビングだったらお客様を呼びたくなってしまいますね。お片付けというのはあくまで理想の暮らしを手に入れるための手段だというふうに思います。ですから片付けの向こう側にある素敵な暮らしというのをイメージしてお片付けを頑張れるといいですね。いかがでしたか？リビングというのは家族が過ごす時間が長い場所でもありますので、ここが散らかっているとついイライラしてしまったり、あとはゆっくり落ち着いて過ごしたりということもできないですよね。ですからこの大事な空間でもあるリビングというのをすっきりと整理して居心地の良いお気に入りの空間を目指してみてはいかがでしょうか。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。